こんにちは、ウォリです。今回はプレーンとチョコのマーブルベーグルを作った時の動画です。約3時間ほどでもっちりベーグルができました。ぜひ最後まで見ていってください。材料はこちらです。まず最初にプレーンの生地を作っていきます。ホームベーカリーに水、強力粉、砂糖、塩、ドライイーストの順に入れます。15分こねていきます。スタート。プレーン生地の完成です。次にココア生地を作っていきます。ホームベーカリーに水、強力粉、ココア、砂糖、塩、ドライイーストの順に入れます。これも15分こねていきます。スタート。ココア生地の完成です。生地ができたら35度で40分から45分発酵していきます。スタート。発酵したら分割していきます。今回は1つの生地を4等分に分割していきます。1つ約 103g に分割していきます。ここの分割は後で重ねてからもう1回分割するので大体で大丈夫なのですが、チョコばっかり、プレーンばっかりになるとマーブル感が減ってしまうかなと思い測っております。分割できたら生地を丸めていきます。生地が硬くて丸めるのが大変でした。以前プレーンのベーグルを作った時は一次発酵なしで作ったのですが、今回はチョコ生地を混ぜてそのまま食べるイメージで作ったので一次発酵をして作りました。一次発酵をすることによって食べた時にもっちり感が出るので、そのまま食べるのにいいかなと思いました。丸めたらベンチタイムを15分とっていきます。おやすみなさい。生地を休めたら成形していきます。生地を綿棒で楕円形に伸ばしていきます。伸ばしたら生地を重ねていくので同じ大きさに伸ばしていきます。この後生地を重ねていくので2等分ずつにしてもいいのですが、ベーグルの生地固めで伸ばすの大変なので4等分にしました。今回はもうすぐバレンタインということでマーブルベーグルを作りました。バレンタインなのにパンって思うかもしれませんが、ベーグルは失敗しづらく簡単に作れるので、よかったらバレンタイン作ってみてください。前回の動画でホットケーキミックスを使って簡単にできるガトーショコラを作った動画も出ているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。伸ばしたらプレーンとココアの生地を交互に重ねていきます。2個作っていきます。
に棒状に切っていきます。量を測って切って横に貼り付けることで微調整します。最初に4等分に切るときに重さがバラバラだと微調整の生地が大きくなると成形の時に変な筋ができ見栄えが悪くなるので、最初の4等分でできるだけ均等に切ってください。棒状に切れたら綿棒で生地を伸ばしていきます。バレンタイン毎年旦那や友達に何かしら作っているのですが、子供生まれてから凝ったものを作れていないです。去年は長男も作れるようにとプレーンの型抜きクッキーを長男と作りました。今年はまだ次男に離乳食を始めたばかりでまだ食べれないので、また長男が食べれそうなものを一緒に作れたらいいなと思っております。伸ばしたら生地を3回に分けて折りたたんでいきます。ここでポイント。端から少しずつ引っ張りながら折りたたんでいくことで張りが出てガス抜きが均等にでき、出来栄えが良くなります。最後の閉じ目はしっかり閉じておきます。折りたためたら生地を伸ばしていきます。折りたたんでるうちに重ねた生地がどんどんマーブル状になっております。生地の伸ばし方とかで綺麗なマーブルになったり、ほぼ茶色やシナになったりしてしまうのですが、綺麗なマーブル状になった時嬉しくなります。伸ばしたら片端を綿棒で伸ばします。包むために伸ばすので潰すイメージで伸ばしていきます。伸ばしたら伸ばした部分でもう片端を包んでリング状にしていきます。包めたら成形完成です。包むときは棒状にした時の閉じ目と同じ位置で包んだところも閉じます。棒状に伸ばすときに綿棒で伸ばさなかった片端を細めにしておくと包んだときにボコッと感が減ります。成形できたら35度で30から40分発酵させます。
できたらケトリングしていきます。沸騰したお湯に砂糖を入れます。生地を入れ、片面30秒ずつ茹でていきます。スタート。30秒経ったらひっくり返して、さらに30秒茹でます。スタート。両面茹でれたら取り出します。残りの生地もケトリングしていきます。前回のプレーンのベーグルを作った時も今回も同様、ケトリングの時にモルトの代わりに砂糖を使用しました。代用で蜂蜜を使った方がツヤが出るので、使おうとしたら固まっているのに直前に気づき、温めて戻す時間がなかったので砂糖にしました。ケトリングできたら220度で予熱したオーブンを200度に下げ、15分から17分焼成していきます。スタート。焼き上がったらチョコとプレーンのマーブルベーグルの完成です。